はい、今回は造形してからペイントまでを一貫してやっていくので、まず18号の形を作っていきます。ジャージ姿の18号さんのフィギュアって私自身あんまり見たことがなかったので、せっかくならジャージ姿にしたいなと思ってこの造形にしました。どうも、おめえまんです。今回は人造人間18号さんのフィギュアを作っていきたいと思います。今回は完全にオリジナルフィギュアの作成なので、スカルピっていう粘土を使って作っていってから、その後に筆塗り塗装をしていきたいと思います。エフェクトとかじゃない、こういったフィギュアを造形するのは初めてっていうことと、それも塗りの方まで一貫してやるのも初めてなので、とってもいい経験になりそうです。詳しくはメイキング中にお話をしていきます。はい、このチャンネルではフィギュアをもっとかっこよくするをモットーにフィギュアのリポイントに関する内容をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をしていただけましたら嬉しいです。またフィギュア塗装コミュニティのフィギュアートラボも運営していますので、興味がある人は概要欄の一番下をチェックしてみてください。それじゃあやっていくよ。はい、今回は造形してからペイントまでを一貫してやっていくので、まず18号の形を作っていきますね。実は作り始めたのは最近ではなくってちょこっと前なんですよね。改めて遡ってみたんですけど、5月の19日に作り始めのツイートをしてました。そして5月の23日に上半身が結構形になってきてるツイートをしてます。そもそもこれ本当に練習というつもりでしたので、本来上半身だけで終わらそうって思って作り始めたんですけど、上半身を作ってたらやっぱり下半身も作りたくなったので、全身を作る方向にシフトしちゃいました。そして5月の25日のツイートでブーツまで作ってます。で、この辺りから急にツイートをしなくなっちゃいましたね。楽しみにしてくれていた皆さんがいましたら申し訳なかったです。初造形チャレンジ18号さんとか言っておきながらいろいろ課題が見つかったり、リペイントの方を優先したりで5月ぐらいから放置してしまっていました。やっぱりやりきらないとかわいそうだし、仕上げてからはもっとたくさんの課題が見えてくると思うので、色まで載せてみますっていうこのツイートからまた改めて作り始めてますね。実は5月のあの後いろいろ挫折をしてしまっていて、やっぱり作り直したいなとか、なんて言うんだろう、粘土のその中に入ってる軸の部分からやり直したいなっていう部分とかが出てきてしまってて、造形の難しさに心が折れそうになってしまって、再開までこんなにも長く時間がかかってしまいました。でもやっぱり純粋に1から10まで形になるのがとっても楽しかったので、この前煉獄さんのエフェクトをちょっと造形した時にちょっと自分の作品に自分で触発されて18号さんを再開したって感じですね。ジャージ姿の18号さんのフィギュアって私自身あんまり見たことがなかったので、せっかくならジャージ姿にしたいなと思ってこの造形にしました。こんな感じであらは正直たくさんあるんですけど、なんとか塗れるくらいまで形が出来上がったのでほっとしたところでした。塗れないくらいもうガタガタだったらまた立ちはだかる壁にもしかしたら絶望してたかもしれませんけどね。造形の動画があんまり撮りためてなかったので少ないんですけど、ここから塗りに移っていきます。はい、塗ってきます。まず今回は一般的に売られているフィギュアのように最初から綺麗な表面じゃないので、サフなどで表面を処理してから塗っていきます。正直瓦礫とかの表面処理みたいに全然ツルツルピカピカにはできてないんですけど、筆塗りなのでちょっとお許しください。塗り方的には今回はバキバキの二次元塗装というよりかは滑らかな感じでグラデーションを主に使って塗っていきます。どちらかというといつもよりリアル寄りにその近い感じに筆塗りで塗装をしていきます。今回塗りで使っていった塗料なんですけど、以前動画でも紹介したスケール7号っていう水性アクリルです。こちらを使っていきます。最近の動画でホビーショップのアローズさんにこのスケール7号を持って行って一緒に UG のちっちゃいトランクスのフィギュアを塗っていったんですけど、その時初めてこの塗料でフィギュアを塗ったんですよね。そしてトランクスを塗り終わった翌日から早速この18号を塗り始めました。前の動画でこの塗料を使って作品何か作りますって言ってたので、早速有言実行できました。今までシタデルカラーとかファレ4とかスケール7号とか昔絵を描いてた時とかにも何度か使ったようなアクリルガッシュとか、なんだかんだでいろいろな水性塗料を触ってはきたんですけど、スケール7号のこのチューブタイプの塗料は
私に結構合ってる感じはしますね。水性塗料は海外のメーカーとかも合わせると本当にめちゃくちゃたくさんの種類があるみたいで把握しきれてないんですけど、もしこれがいいよとか使ってみてほしいみたいなのがあればコメント欄とかで教えてくれると嬉しいです。興味が出たら買うかもしれません。今回18号さんはジャージ姿にショートパンツにブーツというスタイルなので上半身の露出は少ないんですけど、下半身はそこそこ肌が露出をしているので肌を塗る面積は比較的しっかりとありました。なので水性アクリルで肌を塗るにはいい練習になる格好でしたね。先ほどもちょっと言ったように今回はリアル寄りな塗り方をしていきたいのでバキッと境目とかが分かりにくい感じでなるべく筆跡は残さないような肌にしていきたいです。なので主に塗り方的にはブレンディングですかね。塗料が乾く前に混ぜながら塗っていく油彩みたいな感じの塗り方なんですけど、もともとブレンディング的な塗り方は昔油彩で絵を描いてた期間が長かったので、ある程度は手が覚えてくれていました。どちらかというとリアル寄りの絵を描くことが多かったので、ちょっとは活かせたかなっていう感じですかね。その時はフィギュアは塗ってなかったんですけどね。もともと油絵の具は乾くのが遅いので、油を混ぜるのでその分乾くのが遅いんですね。なので乾くのが早い水性塗料でこういう塗り方をする日が来るとは前までは、正直考えてなかったし、当然まだ完璧にはつかめてないんですけど全然まだつかめてないんですけど、今のところの私の感想で言うと乾くのが早いからこその良さっていうのもありそうですよね。ある程度行ったり来たりできない感じが後腐れない感じでスパッと次に行けるというか、引き算をしにくいからこそ慎重になれるというか、それはある意味一つの良さなのかもしれないなとか思ったりもしました。油絵とかだともういつまで経っても結構行ったり来たりできるので、私の場合なかなか終わらなかったりとかしたんですよね。あと使った方法としてはグレージングも使いました。塗料は結構薄めてから薄く重ねて塗っていったりもしました。ジャージの部分は深いピンク色みたいな、さつまいもの皮みたいな色で塗っていきます。最終的には結構渋めになったので塗り終わった後にもうワントーンくらい明るかった方が可愛くてもよかったかもなとか思いました。ジャージの造形とかいろいろ多かった反省点の一つなので、やっぱり改めて塗るってなると特に嫌でも形に注目してしまうので自分と向き合ういい機会にもなりました。髪の毛はちょっとくすんだ金髪っぽい色で塗っていきます。髪の毛は後頭部の形が特にいろいろ問題があったので次回があった時はもっとちゃんと作れるようにしたいところですね。やっぱり顔とか頭はまず目が行きやすい部分なのでもっとできるようになりたいですね。ショートパンツはデニム生地のショートパンツっぽく塗っていくことにしました。デニム生地って言っても水色系のやつとかあとは白系だったりとかいろいろあるとは思うんですけど、割と王道な感じで今回はネイビー系の色味で塗っていきます。まず全体を暗いネイビーブルーっぽい色で塗っていってからその後にダメージをつけていくような感覚で明るい色でダメージ表現をしていきます。私って服のことはあんまり詳しくないのでちゃんとわからないんですけど、ダメージジーンズとかって最初からある程度意図的に白っぽくしたり何らかの加工を施した状態で売られているものも多いんですよね、きっと。明るい色でかすれ表現を増やそうとするとそれっぽさが出てくるので最後はちょっとドライブラシ気味にかすれ表現で整えていきます。靴下の部分の映像がちょっと取り忘れでカメラを回せなかったんですけど、靴下を塗り終えたので次に靴を塗ります。私はドクターマーチンのブーツみたいな雰囲気にしたかったのでちょっと寄せてます。ドクターマーチンってめっちゃ良くないですか？かっこいいですよね。私的に普通に一足欲しい靴なんですけど、ただやっぱり高いのでなかなかなんだかんだ手が出せないんですけど、高いものって大切に履いたら長持ちするしなんていうのかな、味がどんどん出てくるのでいつかは絶対一足欲しいなって思ってます。そして色は悩んだんですけどワインレッド系で塗ります。あとステッチっていうんですかね、縫い目みたいなのが見えてるとこなんですけど
そこを黄色とかにしたら可愛いなと思ったので黄色にしたかったんですけど、造形した時にこうスパチュラの先っちょでちょんちょんちょんってつけていってたそのステッチの形とか感覚が結構バラバラで適当につけてしまっていたので、黄色をのせるってなるとそれが目立っちゃうなっていうことで、今回は断念して普通に目立たない、ちょっと妥協して黒のままになってしまいました。あと靴紐の部分も同様の理由で黒にしてます。次こそはね、可愛い色を使いたいですね。最後に眉毛とアイペイントをします。目を入れると一気にこう生気が宿るので大事な箇所ですよね。眉毛は髪の毛同様金髪なので黄色系で描き込んでいって、ちょっと明るい色でなんか毛並み、毛の流れとかも描き込みつつやってきました。あと目はまずアイラインとまつげをね引いてきます。18号さんといえばアイラインとかまつげは結構特徴的だと思うので、しっかりと描いていきたいと思います。瞳の色は18号さんは結構綺麗なブルーの目をしているので、ブルー系でしっかりと描き込んでいます。明るい水色ではなくってちょっと深みのある水色で落ち着いた感じに仕上げていきました。あと最後に目のキラッとした光とかも描き込んでいって、なんだかんだ修正して完成です。はい、完成した18号さんがこちらです。途中もお話ししたように長らく放置してしまって未完成のままで終わるかもしれなかったところでしたが、結果として彩色までできて今となっては安心しています。特に造形はまだまだ難しかったですけど、最後までやりきったおかげで今回たくさんの課題が見つかったので、やっぱりやりきってみるっていうのは大切ですね。学べることが本当にたくさんありました。また今回のうまくいかなかったとことか良かったところとかを活かして次やる時とかにまた活かしていきたいところです。このチャンネルではフィギュアのリペイントに関する有益な内容をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。Twitter の方では私が現在リペイントをしているフィギュアの過程やツイートとかをしていきますので、気になった方はフォローしてみてください。じゃあまた次回の動画で。またね。